ハンガンさん、今日は本当にありがとうございます。ご本人に登場いただけるってんで、本当にみんなでとても楽しみにしています。で、この本を読むためには、先ほどもちょっと話したんですけど、韓国の現代史も改めて勉強しないとなかなか理解ができないということで、韓国の現代史をざっとみんなでこう勉強し直したところで、またそのこともすごく、韓国という国自体の理解にも通じるのではないかと思いますし、それから、他の韓国文学を読むときにも、これからもきっと役に立つと思いますので、本当にすごくいい機会です。で、今日は楽しみにしてますので、どうぞよろしくお願いします。ハンガンさんの本は日本でも翻訳されていて、僕も先日ちょっと初めてお目にかかったときに、ギリシャ語の時間の話をしましたけど、菜食主義者だとか、いずれも非常に好きな作品で、その人間の非常にこう複雑な繊細な感情っていうのをこう詩的に描き出す素晴らしい作品世界だと思うんですけど、この少年が来るという作品はちょっとやっぱりそういった作品とも違っていて、非常に生々しい、その死体の描写だとか、ということもありますし、非常に大きな政治的な出来事を主題にしているということもあるんですが、で読むとやっぱりこう作家として書きたかったっていうことと同時に、書くべきだっていうふうな一種のこう義務感のようなものも強く感じられたんですが、この主題に取り組もうと思われた動機のあたりを少し最初に伺いたいんですけども、いつ頃からどういうふうにやっぱりこれは書くべきだっていうふうに思うようになっていったんでしょうか。이 소설을 쓰겠다고 처음 생각한 것은 2012년 겨울이에요. 이때는 이제 정확하게 이런 형식으로 지금 소년연대 형식으로 생각하진 않았고 광주에 대한 이야기가 들어가는 어떤 장편을 쓰겠다. 그 정도로 생각을 했었어요. 그래서 그 정도의 이야기라고 해도 광주를 취재를 해야 되기 때문에 오랜만에 광주에 내려가서 눈이 많이 내리는 날이었는데 망월동 묘지에 갔죠. 그래서 그 무덤들 사이를 걷다가 갑자기 마음을 바꾸게 되었어요. 그래서 광주 이야기가 들어가기만 하는 게 아니라 소설 전체가 오직 광주를 위한 그런 것을 써야 한다고 생각하게 되었어요. この小説を最初に書こうと考えたのは2012年の冬でした。でその時は、今小説になっている形のようなもので考えていたわけではなく、光州が物語の中に入っている長編を書こうくらいに考えていたんですね。だとしても、やはりその広州を取材する必要はあったので、久しぶりにマンオルトンの墓地に行きました。その時に雪がとても降っていたんですけれども、でそのマンオルトンの墓地を歩きながら、その時に気が変わったんですね。ただ単に光州のことが取り込まれた小説、物語を書くのではなく、その小説全体が光州のために書かれたものを書こうと思ったんです。これだけ大きな出来事で、しかも当事者ではないっていう立場で作家が描くっていうことに、ある種のやっぱり難しさがあるんじゃないかというふうに考えるんですね。それで日本の場合は近いところで言いますと、東日本大震災の時にやっぱりその当事者じゃない立場で作家がどういうふうに震災っていうのを描くことができるのかっていうようなことがやっぱり一度問題になったりしたんですが、ただこの作品を読んでるとやっぱり当事者じゃないからこそ書けたことも随分とあるんじゃないかという気がしました。で、先ほどもちょっと言ったんですけど、勝負館の中に並んでいる死体の描写とかっていうのは非常に生々しくて、ひょっとすると当事者の人はちょっと辛すぎてこの現実をこういうふうには書けなかったかもしれないっていうふうに思ったんですね。で、ダニロ・キッシュっていう旧ユーゴスラビアの作家がいまして、その作家が
若き日の悲しみという小説を書いてるんですね。その彼はユダヤ系でお父さんがアウシュビッツで殺されてしまってるんですね。で、そういう作家が書く小説っていうのはどんなに悲惨な出来事が生々しく描かれているのかと思って読んだところ、書き方が非常になんていうかある意味では曖昧というかですね、間接的な表現で、ストレートにその出来事を生々しくは描かないんですね。それで、本当に辛い経験した人は、やっぱりなかなかそのことをリアリズムで語るってことができないんじゃないかっていうことを、その時に感じたことがありました。で、ハンガンさんのこの少年が来るも、やっぱりある意味当事者じゃないからこそ、現実をこのように想像力を使って描くことができたんじゃないかというふうに、思ったんですが、当事者じゃない立場で書くっていうようなことに関して、どういうふうにお考えになりながら書かれたんでしょうか。방금 얘기해 주신 그 작가 이야기 굉장히 흥미로웠고요. 저는 그런 생각을 정말 많이 했어요. 그러니까 제가 겪은 게 아닌데 그것을 실제로 겪은 사람들이 존재하는 그런 소설을 쓴다는 것이 얼마나 어려운 것인가를 많이 생각했고요. 그런 이야기를 써야 하기 때문에 제가 해야 하는 일은 같이 느끼는 거라고 생각했어요. 그래서 계속 제가 그걸 느끼고 있다고 상상하고 제가 거기 있다고 상상하고 그러려고 사실은 불가능한 노력을 많이 했죠. 결국은 불가능했다고 생각하는데요. 그래도 제가 그것을 느낀다고 생각하면서 쓰면 그것이 이 문장들 속으로 스며들어가서 이걸 펼쳐서 읽는 사람에게도 그 감각이 전달되리라는 그런 이상한 믿음을 가지고 썼고 이 소설을 읽고 그런 아픔을 느꼈다고 하는 분들을 만나면 너무나 신비한 일이다라는 생각이 들어요. 今、平野さんからお話しいただいた作家の方のお話がとても興味深かったです。私も、今お話しいただいたことについては本当にいろいろと考えました。実際に自分が経験していないことに対して、で、実際にそれを経験した人たちが存在している中で小説を書くことがいかに難しいことなのかということをずっと考えました。で、そんな物語を書くのであれば、そのためにすべきことは、共に、私自身が同じように感じることだと思ったんですね。で、自分が感じているというふうに、想像したり、または、自分がそこにいるというふうに、想像するために、不可能にも思えるような、努力をずっとしていました。で、結局はそれは不可能なことだったとは思うんですけれども、でも実際に自分がそれを感じられているというふうに考えながら、書いていくと、それが文章の中に溶け込んでいくのではないかというふうに考えていました。で、それはきっと広げて読んでくださる方々にもその感覚は伝わるんじゃないかという、不思議な信頼のようなものを持って書いていたんです。で、実際にこの本を読んでその痛みを感じたという人に会うととても不思議な気持ちになりました。 정말로 이 소설을 쓸 때 그분들이 어떻게 읽으실지 걱정이 많이 됐고, 이제 살아남은 분들 그리고 유족들 그분들이 읽을 텐데, 그래서 되게 가야 될 길이 굉장히 가늘다는 생각이 들었어요. 그러니까 진실을 해야 되고, 그리고 동시에 그때 무슨 일이 있었는지도 알려야 하고, 그리고 애도해야 되고, 그리고 그분들에게 누가 되지도 말아야 되고, 묵은 상처를 벌려놓기만 하고, 그걸 그냥 파헤친 상태로 두지 않고 뭔가
최선을 다해서 어떤 사랑을 불어넣어야 하는 거잖아요. 그 모든 것을 해내는 게 불가능하게 느껴졌고, 맨 다음에도 그분들이 어떻게 읽으셨을까를 걱정을 많이 했는데, 몇 분을 만났는데, 그 얘기는 좀 끊어서 할게요. 本当に、私自身、その小説を書いているときは、これを、광주の方々がどんな風に読まれるのかというのは、とても心配をしていました。間違いなく生存者の方々や遺族の方々が、この小説を読むはずですけれども、そんな状況の中で私にとって進むべき道がものすごくこう細長いものに思えたんですね。真実がそこにはある必要がありましたし、また実際に本当に何が起きたのかということを知らせる必要もありましたし、同時に哀悼も込められていなければならなかった。で、また、その傷口をこう開いたままにしているわけにもいかなかったですし、そんな中で、最善を尽くしてそこに愛を吹き込む必要もあったわけです。で、これらすべてを成し遂げることは不可能なことのようにも思えたんですけれども、本が出た後に、館主の方からどんなふうにこれを読まれたのかというのをとても心配をしたんですけれども、その方々の意見を聞く機会がありました。